なりレベルの高い教員がすでに集まっているので、考えてみると6ステップぐらい踏んで採用していくんですが、模擬授業などやってもらいますが、数学の先生を採用するのに社会の先生も英会話の先生も英文学の先生もみんなで見て、しっかり見てくれてるんで、私最終面接しますが、そこで落ちるような人っていうのは上がってこないぐらい、もうみんながしっかり見てくれている。1クラスには日本人の担任と外国人の担任の2人体制で、だいたい国内と海外併願する生徒が広学園の場合多いので、海外大学はこういうタイミングでこうやってきますとか、ペースメーカーみたいになっていくのが日本人の役割。インターナショナルコースに進むんだったらこういうカリキュラムになっていく、こういうところを目指していくというような話が中2から始まったりするんですね。ただ切り替えも必要なので、全員がバッて切り替えるのはここ1年生。広学園の大きな特徴の一つとして、高校に上がるときにもう一回コースを選び直すことが全員できるんですよ。このロケットが本当に飛ぶんです。今見ますかね。これです。衛星が軌道に乗ったら民間のロケットでは日本初の快挙なんです。そうですね。その先生が AP のそれこそフィジックスの先生で、その先生の授業を取るともうロケットって思って、エアロスペースエンジニアリングって思う生徒たちがこれに今関わってるので。皆さんこんにちは。モアエデュケーションの牧です。今日は国内でトップの、海外大学合格者を出している広学園にお邪魔しています。池田理事長と植松教頭先生に、本日は主にインターナショナルコースと、あと海外大学進学についてお話を伺っていきたいと思います。最初にお二人の自己紹介から始めたいと思うんですけれども。私はずっと日本の一般企業にいまして、そこから広学園になる1年前ですね、まだ女子高時代の最後の年にこの学校に入職しました。で、翌年から広学園と校名変更して共学科をスタートしたっていうタイミングでしたので、この広学園の移り変わりといいますか、変遷というのは全部見てきている、そういう現状です。池田先生が来られてから、インターナショナルコースも設置されてっていうような。そうですね。インターナショナルコースは広学園に校名変更したその年にインターナショナルコースも同時にスタートしてますので、その最初からいました。そのインターナショナルコースの、設置の背景とかも後ほどお伺いさせていただければと思いますので、先に植松先生もご経歴お願いします。私はその広学園という学校を校名変更した数年後に広学園に入職しまして、入職してまたしばらく経ってからインターナショナルコースを中心に携わってきまして、今に至ります。広学園って3つのコースがあると思うんですけれども、本科コースと維新サイエンスコースとインターナショナルコースで、今日はインターナショナルコースにフォーカスをして、お話を伺っていきたいと思いまして、まずはそこの解説の背景について池田先生にお伺いできればと思いますが、いくつか理由があるんですけど、一番大きなものとしては、この港区のこの界隈って大使館がたくさんあるんですよ。で、その大使館の子女の方たちが通える学校というのが一条校という一般の私立でもあってもいいんじゃないかということで、初めてこの辺ではそういう英語で授業を行うインターナショナルコースというのをスタートしました。その時には大使館の子女の方々というのを想定してましたので、インターナショナルバカロレア IB のカリキュラムでスタートしたんですが、そこからいろいろな背景もありまして、2年間で IB はちょっとストップして、そこから独自のカリキュラムをスタートして、今 AP を主にしているというのが、すごく大雑把ですけど、流れとしてはそういう流れになってます。最初はその大使館の子女っていうのは、外国籍の方も。そうですね。やはり大使館の方々って世界中転々としますんで、カリキュラムも
IB ですと違う国に行ってもそのまま引き続き学べるという、そういう利点もあるのかなということで、東京では一番最初に IB をスタートした学校です。そうなんですね。今は日本の生徒さんもたくさんインターナショナルコースいらっしゃると思うんですけど、そこの受け入れを始められたっていうのはやっぱりその日本国内からも入りたいっていう声が出てきてっていう形ですか？そうですね。日本、国籍も日本の方、また生活もずっと日本でしていた方っていうのも広学園のインターに入りたいという、そういうお声も頂戴して、だんだんそういう日本国籍の方々が増えてきて、現在では大体もう主になっているというのが現状です。でその中でも、AG と SG で、基本的にはその日本の、一般的な学校から入る方は SG に入って、で帰国子女だったりそういった英語がある程度、アドバンスドレベルの人が AG に入るというようなイメージですか？そうですね。じゃあ上町先生にもっと詳しくコースについてお伺いしていきたいと思いますが、インターナショナルコースで採用している AP についてなんですけれども、やっぱりイメージとしてはその日本の一条校だったり、インターも結構多くIB を採用しているところが多いかと思いますけれども、その IB じゃなくって AP を採用されたっていうのはどのような理由があるんでしょうか？一番大きな理由としましては、IB を導入しますと、IB のフィロソフィーなどは本当に素晴らしいものだと思っているのですが、学校全体のカリキュラムを IB に変えなくてはならないというのと、あとはテストのタイミングもまたその IB に倣ってその指示通りにやっていくということになると思うのですが、広学園のインターナショナルコースは広学園という日本の学校の中にある一部のコースですので、学校行事ですとか定期試験ですとかそういったものは日本の年間スケジュールに合っているんです。ですので全体のカリキュラムを全てある一つのカリキュラムに変えるというよりは、一科目ずつ対応ができる AP の方が広学園に合っていったというのがメインの理由の一つです。イギリスも A レベルっていう割と AP と近いようなカリキュラムがあると思いますけれども、そこの、A レベルも一応その候補としては入っていたんですか？候補として入ってなくはなかったんですけれども、ただAP の方がを先に考えてました。そうですよね。特にアメリカの大学ってなると、A レベルより AP、かなと思うので、そうですね。でAP を取ることによってイギリスの大学もダイレクトで入学できるので、AP で両方できるのであればと思って AP にしました。そうですね。結構テクニカルなところもお伺いしたくて、AP って例えばアメリカ現地で履修するってなると、普通の US ハイスクールディプローマも、卒業すれば取れて、さらにその選択科目として AP を、自分で選んで取るっていうような形になると思うんですけど、結構広学園でもそのような形ですか？そうですね。AP のコースを取るかどうかというのは選択できるところもあれば、もうマスであれば全て AP プレカリキュラスになるっていう、その AP じゃないものを取るという選択肢がないものもありますが、それができるのは中学時代の数学のカリキュラムは本科や維新サイエンスや他のコースと合わせていて、だいぶ速度も速くレベルの高い数学の内容を教えているので、 AP じゃないものを取る必要がないレベルまで生徒たちが達していますから、高校1年生のレベルで、ですので AP プレカリキュラスというのを全員で取っていきます。AP を取れるのはだいたいアメリカではグレード10、11、12で取ると思うんですけど、それと同じように高校1年生から取り始めるっていう。そうですね。一部今お伝えしましたプレカリキュラスは10年生から高校1年生からやりますが、ただメインは高校2年生と高校3年生です。
なのでAP フィジックスですとか、AP ワールドヒストリーモダンとかマクロとかミクロ経済とかそういったものは高2高3で用意しています。なるほど。で普通の日本のカリキュラムっていうんですかね、はい、高校課程がありつつ、はい、でその中に AP を選択してる生徒は、はい、時間割に組み込むっていう、その生徒ごとの時間割が作られるみたいなイメージですか？まあそうですね。ただ日本のカリキュラムの内容は高校3年生まででやるというよりはほとんどのものはもう高校1年生までに終わらせてしまう。中学3年間の内容を2年間で凝縮してやっている、スピード上げてやっているのが学校全体の流れなので、インターナショナルコースもそこの中の流れに入っているんですね。なので相当速度速く中学の内容が3年間が2年間で凝縮されて並ぶので、中3の時にはもう高校1年生の内容に入っていて、なので高校の内容をまた2年間でほとんど終えていくというふうに考えますと、論理的には高校1年生で大体の内容が終わって、最後の2年間でオファーしている提供している AP の授業を高2高3で選択授業として、ただこの AP かこの AP を選択するみたいな時もあるんですけれども、選択して5月の AP の試験に備えるという感じです。なるほど、わかりました。学校の年度としては4月始まり、はい、そうです。3月終わりで、はい、で AP の試験は5月です。はい、受ける。はい。でそうなるとその3月に卒業して、はい、で同じ年の9月10月から大学入学。はい、そうです。なるほど。そうです。はい、その AP についてもう一つ、はい、質問があって、今って何科目ぐらい選択科目があるんですか？今13科目です。13科目って結構すごい充実してるなっていうような印象なんですけれども、最初もともとは AP をやっていなかった学校で、はい、そこを一から多分その教員集めのところからはい、かなり大変なのかなと思うんですけど、結構そこは苦労がありましたか？まあそうですね、レベルの高い教員を集めるというのはとても力を入れているところです。今はかなりレベルの高い教員がすでに集まっているので、採用も考えてみると6ステップぐらい踏んで採用していくのですが、教員たちも仲間としてそのレベルにある先生を採用したいという気持ちがみんな強いので、模擬授業などやってもらいますが、採用のステップの中で数学の先生を採用するのに社会の先生も英会話の先生も英文学の先生も入って、みんなで見てどういう授業が一番良かったのか、その数学が好きな人には数学が分かるかもしれませんが、そうでないものにも分かりやすく教えられるのか、こうやってこういうところが詰まる時にどう反応してくださるのかとか、そんなところからも細かく見るので、いろんな先生が協力してくれていて、それで今のこの高いレベルの今25人いるんですけれども、相当なレベルの教員が揃っていると思います。本当それは相当高いレベルの先生たちに来てもらってありがたいなっていつも思ってます。すごいです。そのピアトゥピアじゃないですけど、その上層部だけが見るんじゃなくて、やっぱり一緒に働く人たちが見ると、そうすごいいいと思いました。本当にしっかり見てくれてるんで、私最終面接しますが、そこで落ちるような人っていうのは上がってこないぐらい、もうみんながしっかり見てくれている。でその、外国人の教員っていうのは結構アメリカが多いですか？いや、そんなこともなく、いろんな国からいます。イギリスもいますし、フィリピンもいますし、ロシアもいますし、インドもいますし、皆さんでもはい、多いのはアメリカイギリスですかね。アメリカイギリスがメインですけれども、なるべくインターナショナルでいようと思っていて、そこもほんの少し考える時はありますが、でもメインは模擬授業。結構楽しいっていうか、学校の中にいていろんな人と生徒側からしたら触れ合えるのは、結構その大学、国外出てからの、もうそういうことになるので、準備というか、
はいうん実際にその海外大学の準備のところについてもお伺いしていきたいと思いますが、教員からのサポートのところについてもはい教えていただけますか？はい、私たちスクールカウンセラーという進路指導者というのは置いていませんので、毎年高校3年生の担任の先生が進路指導を責任持ってそのクラスやっていくということになっているのですが、高校3年生の1年間だけでサポートするのではなくて、中学3年生ですとか高校1年高校2年で担任になった先生たちが3年間なり4年間通して進路指導に当たるというのが大きな枠組みです。1クラスには日本人の担任と外国人の担任の2人体制で、だいたい国内と海外併願する生徒が広学園の場合多いので、今こういうことを考えてみましょうとか、どこの学部に行きたいのかとか、大学は置いといて何に興味があるのかとか、課外活動どうするのかとか、夏どうやって過ごすのかとか、今から考えとかないと申し込みが始まってるよとか、なんかそういうペースメーカーになっているのが日本人の役割で、外国人の担任ももちろんそれをサポートしてくださるんですが、最後のメインのその出願の書類を整えていくときに外国人の先生が、また前面に立ってどこまで進んでいるのかとか、そういうような指導をしていきます。ただ今年もそうですけれども、高校3年生が56人いて、1人の担任が全員のエッセイを見るということはできませんので、その先ほどお伝えした25人の外国人の教員に声かけをして、生徒の目指している専攻メジャーと、そしてその生徒の性格と教員の専門と性格をいろいろマッチングさせていって、1対1でエッセイに向けて話ができるような関係を、こういうことやってたんじゃない、こういうことやってたんじゃない、これどうやって入れ込もうかとか、入れないにするとか、性格はなんだとか、なんかそういうような話し相手になる指導していくっていうことをしています。なるほど。そのマッチングっていうのは、先生がされてるんですか？私がする年もありますが、ありますし、ただ一番生徒をよく知ってるのはその数年かけて見てきた担任なので、担任の先生がまずドラフト作ってそのまま動いていたり、時々声かかればどうしましょうという中に決定に入れていただいたりすることもありますけれども、でも担任がメインで動いていきます。そのマッチングにはすごい力入れてますよね。マッチングは力入れて、結構大切なポイントということで。はい、思います。なんか例えば私の高校の時に、私は医学系のコースに行きたかったので、医学部志望の人たち、多分学校で10人ぐらいを集めて、その医学部受験に詳しいバイオロジーの先生がいて、なので医学部志望の人はそこに集められて、何回かセッションをして、で最終的には個別でそのパーソナルステートメントを何回か添削してもらってっていう風にしてたんですけど、やっぱり先生ごとに専攻のコースとかで、例えばじゃあバイオ系だったらバイオロジーの先生とか、そういう感じでなんか見たりはしてるんですか？そうですね。バイオ系バイオロジーの先生とかあるんですけど、バイオケミを教えられる先生が一人ではないので、何人かいたり、フィジックスも何人か教えられる先生がいたり、マスも何人もいるので、その中であとは性格ですかね。マッチング合わないってあんまりないですけど、より良いペアが誰かっていうのをよく考えてます。じゃあその、専攻もそうですけど、やっぱりその、メンタリングとかコーチングしてるので、そこのやっぱりなんか安心感みたいなところもそうですね。結構重視。むしろそっちがちょっと6、7割っていう感じです考えてます。他にもいろいろ海外大学の準備をされていると思うんですけど、海外大学に向けてのその指導が始まるのは高校1年生に上がってからぐらいのタイミングですか？そうですね。大きく切り替えるのは、中3でもいいんですけれども、高校1年生ですね。ただ突然やるというよりは、中学3年生の時に全員 PSAT を受けていて、そこに持っていくまでに PSAT とはとか SAT とはとか、その後 AP があるとか、そういう話もしますし、
中2の終わりぐらいに学校の中に3コースありますので、いよいよ中学3年生になるがこのあと半年ぐらいでどのコースに高校から進むのかを考える。インターナショナルコースに進むんだったらこういうカリキュラムになっていく、こういうところを目指していくというような話が中2から始まったりするんですね。なのでそれがまた進路指導という中に入るのであれば、だいぶ前から徐々にやっていくっていう感じです。ただ切り替えも必要なので、一気に始めるのが全員がバッて切り替えるのは高校1年生だと思います。そんな風に学校の中でも雰囲気が変わっていくんですね。広尾学園の大きな特徴の一つとして、高校に上がるときにもう一回コースを選び直すことが全員できるんですよ。ですから中学校時代インターでずっと来てても、海外行きたいのか国内の国公立行きたいのかで高校に上がるコースが変わる。で多分そこがすごく大きな選択のタイミングで、高校にねインターのまんま上がっちゃえば、あとはインターとして海外のどういう大学学部に行きたいかってちょっと選択肢が狭まりますが、高1の時にはもう本科、維新サイエンス、インターどこに行くかっていうのはかなり大きな幅での選択をしなきゃいけない、そういう、いい意味でもそういう機会があるんです。ですからインターの AG でも本科とか維新サイエンス1個いますもんね。はい、でもいろいろやっぱり上級生と関わっていたり、いろんな活動とか話を聞いていくうちに、変わることは全然あると思うので、そこでまた転換できるのはすごくいいですよね。生徒が関わっているロケットが、本当申し訳ないんですけど、11時に本当に今飛びそうで、ごめんなさい。これちょっと見て。この本当にテレビ中継みたいな。このロケットが本当に飛ぶんです。今見えますかね。これです。もう外出てますね。すごい。もう外出てます。うるさいですね、私。本当すいません。これどうやってここまで運ぶんですか。これ自体はもう設定していて、ここで作ってるんですね。スペースワン。スペースワンはそうです。ロケット自体はスペースワンという民間のロケット会社が作ってるんですけども、この中にこんなこのぐらいの大きさの衛星を入れていて、5機乗ってるんですけど、台湾の会社とかいろいろ出資してて、そのうちの一つが広学園の生徒が作ったもので、広学園に出資したんですけど一緒にやりましょうって言ってくださったラグラポさんっていう会社があって、で一緒に。スペースワンって日本の会社？日本の民間の会社で、このロケットが打ち上がって積んでる衛星が軌道に乗ったら、民間のロケットでは日本初の快挙なんです。そうです。で、その中のその衛星の中に生徒は LED を光らせるシステムを搭載していて、自分たちの衛星が今宇宙のどこにあるかっていうのが分かるようなプログラミングもう生徒作っていて、もう永遠にどこに自分のがあるのかっていうのが分かるようなのができてて。Are you watching live? Good. It's多分5行きます今日。今電話してた外国人の先生も1回目の打ち上げの時に一緒に和歌山行ってたんですよ。はい、その先生が AP のそれこそフィジックスの先生で、その先生の授業を取るともうロケットって思ってエアロスペースエンジニアリングって思う生徒たちがこれに今関わってるので、すごいドキドキです。すいません、巻き込んでありがとうございます。これすごい。よかった。どうもすいません。ありがとうございました。お付き合いいただいて、これ結構ね、ありがとうございました。すいません。そうなんですよ。学校全体ですごく気になってた。なんか生徒密着取材も受けてて、もうなんかいろんなメディアに海外大学って1月1日指名が多いじゃないですか、質が。なのに関わってるので、もう取材でエッセイどうなってるのでもね、このチームメンバーも在校生もかかってますが、卒業生も2人かかってくれてるんですよね。はい、そうですね。最初に話を持ってきてくれたのは卒業生で、今1人がスタンフォード行って宇宙工学学んで、もう1人が UCLA でやっぱり宇宙工学学んでて、そういう宇宙に興味があってずっと学び続けてるっていうのもいいな。こんなの高校生で経験できるなんて、ありがたいです本当に。その記念すべき
日に立ち会っていただいて。ありがとうございますすいません巻き込みましてありがとうございます一番最後にちょっと池田先生にお伺いしたかったのが、もうすでに多分すごいたくさんのことやってらっしゃって、今後さらになんか広尾学園はどうなっていくのか、どうしていきたいのかっていうその今後のなんか展望みたいなところももしお伺いできたらと思うんですけれども。まあ今現在もうすでにやってる生徒はいますが、すごい生徒個人個人が自分の興味の持っている分野ですとか好きなことって様々あると思うんですよ。そういう好きなことを追求できるような環境を学校は整えて、でそこを生徒たちはうまく利用して自分がやりたいことの形を作り上げてほしいっていうんですかね。それは生徒個人個人いろいろな目的もありますし、興味もあるから一概に細かくは言えないですが、そういうね、いろんな夢や目的、それを実現できる場っていうのがこの広尾学園っていう、そういうのを、より高い段階に持っていきたいなと思ってます。ですね、本当に先生のさまざまなバックグラウンドの先生がいる、プラスそのやっぱり生徒同士の助け合いもすごくあるので、一人一人の夢が結構実現できる環境っていうのはすごく思いました。はい、ありがとういございました。や、ありがとうございました。すいません、カイロスが入ってすいません、ごめんなさい、私が騒いだ。でもやった。とんだね、ニュース番組とかでいろいろ取り上げられる。密着もすごいんだろうな。これでまたエッセイがはかどんないな。